にちは。今回は推しの子第23話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ルビーちゃん本気で先生好きだったんだな。めちゃくちゃ可愛かったわ。空のラフトで落とすのえげつねえ。なんちゅうところで終わるんだよ。先生の死体を見つけるのがルビーとかさ。これ完全に闇落ちするだろ。絶対立ち直れないじゃん。どうすんだよ一体。思い人の遺体第一発見者ってきついな。もうモチベーション全くなくなるやん。サブタイが悪やりすぎて後半ゾワしてたわ。最後やべえ。ルビーちゃんの星が割れちゃった。僕の可愛いルビータンドになっちゃうの。慰安旅行が霊安旅行に。ルビーはなんで前世からこんなひどい目に遭わされているのか。どんな呪いを受けているんだ。サリナちゃん両親の影がないと思ったらかわいそうすぎるな。サラコの先生好きにもなるわ。てかあそこに死体あるの不自然じゃない。崖から落ちてなんで祠の裏に移動しているのか。動物か。あの不気味少女でしょ。どう考えても木の上にいた女なに。ラストに見入ってつくよみの CV 見逃した。つくよみはエンディングでも CV ハテナだった。つくよみはまだハテナになってた。でも結構長いセリフだから誰かヒアリングで当ててくれそう。つくよみの存在はずっと微妙に思っていたけど、後々面白い活用のされ方をするので、そこまで諦めず見続けてくれ。エンディングちょっと変わった。あと1話あるにしても3期ないとアニメ組つらそう。エンディングのラスト、カラスが加えてるアイヌ原高級永遠推しのバッジが映るようになったね。先週までエンディングのカラスが加えてるシーンで愛はシキーホルダーは出てなかったね。今週初めて出てきた。白骨死体見ても動じない茜何もんだよ。 CIA でプロファイラーとして活動してたから。むしろいきなり白骨見た時のリアクションはあれくらいが逆にリアル。いかん。これ以上茜にヒントを与えるとアクアとルビーの正体がバレてしまう。兄弟揃ってお互いがいない時に色々言ってるし。あそこ何かヒヤヒヤしながら見てた。アクアくんも失踪した先生を探してたよとか言いそうで。赤ね、この死体愛のグッズつけてる。アクアくんの母親は愛ということは15年前に死んだ人にやけに詳しいアクアと好きだったレビー。当時1歳くらいでありえないんだけど、この矛盾に茜が気づかないわけないよね。15年前って知らないから。アクアとルビーってお互いの正体知ってるもんだと思ってたわ。茜とルビー話すの初めてだったな。さらっとお姉ちゃん呼びしてたけど、重曹ちゃんの気持ちは知らないんだったか。けどよくルビーは茜にお姉ちゃんって呼んでよいって言えるよな。アクアにとって一番大事なのはルビーだろ。赤ルビ美人姉妹最高。茜はアクアが好き、花はアクアが好き、ルビーはゴロー、アクアが好き、全員で草。完全に忘れてたが、アクアと茜は前回別れ話の途中だったけど、今週は完全にデートやん。高千穂の住んでそうな空気が良かった。茜が思ってたことを今週指摘してくれたわ。ダメだよアクア。花とルビーが天のうずめの御事像の前でポーズ取ってる時に、茜が離れたところからカナのアップばっかり連写で撮っていてくさ。そこ細かくて笑った。重曹が知勢すぎる。メムチョの撮影が後回しの理由笑った。18歳は成人になったから仕方ないね。ボーン。若くないことが罪という価値観を植え付けていくな、このアニメ。メムチョがみそじと茜にバレてええんか。まだ25や。サバ読み今まで茜にカミングアウトしたシーンなかったのに、さらっと流したな。有馬って実は可愛い。まあ及第点はあるんじゃね。ヒロインズの可愛さを存分に振りまきながら、さりげない回こと伏線巻いて締めで回収。完璧やんこの回。今回めっちゃ良かったな。有馬かなが相変わらず可愛いし、サリナとゴローの絡みも最高だった。泣けてきたぜ。終盤でやっと話が動いてきてエンジンかかってきたな。俺は東京ブレイド編も嫌いじゃなかったけど。推しの子やっと始まったな。おいおい面白くなりすぎやろ。
これだよ、これが見たかったんや。次回は10月6日の19時からになってるな。ゴールデン進出やね。すげえ時間だな。最終回。ついに推しの子が千鳥、バナナマンとぶつかるのか。これは普通に第3期フラグかね。なんなら劇場版かでも。答え合わせです。ルビーちゃんがなぜ闇に染まるか、その意味を理解されたと思います。ゴローがサリナちゃんからもらったキーホルダーが映し出される演出も追加されてますね。いやー、サリナちゃんとルビーの重ね合わせがすごいうまく描かれてた。再会の箇所はルビーの期待をこれでもかと強調してからの崖から突き落とす感じ。これは辛い。ルビーの目の光がどんどん消えていったのが印象的で、アニメならではの表現だなって感じた。輪廻転生が物語の根幹にあることで再会はより数奇に、希望が絶望に変わるとき、より心をえぐる悲劇に、大切にしてきた前世で先生と交わした約束が一瞬で消え、望む形での夢は叶わないルビーが心配。あと今時の歌手は割と皆、プロツールズなしでは歌えないかも。再びの宮崎の地にて、アクルビそれぞれが思いを馳せるところがいいな。天宮五郎について、前世の光景と現在を重ね合わせるアクアのシーンと、サリナちゃん、そしてルビーの恋バナのところが印象的でした。自然豊かな背景の美しさと、あの場所へ誘う間と暗さがすごく合ってて辛かった。二人の始まりの、そして臨終の地宮崎へ。相変わらず恋する少女たちの可憐さに頬が緩んでしまうけれど、ここで終わった命と始まった物語を思うと、その裏に流れる緊張感にじりじりとする1話。カラスがルビーを誘う再会に、兄弟の運命をどう導かれるのか。怖いけれどワクワクが止められない。前回の自由もそうだが、今回の再会もなんと容赦がない。ルビーのアイドル活動の行動原理の一つだった最愛の人との再会が、こんな形で叶ってしまう悲劇。一方のアクアが茜に前世の話をしたのは、自由に生きるための生産なのだろうか。まだ何も解決していない。有馬かなの恋する乙女、被写体の表情。アクアはどう？私かわいい。の上目遣い。かわいいすぎた。ルビーの、だけど、それでもいいの表情。笑顔が切ない。闇落ち展開。人の心とかないんか。黒川茜の可愛さを上回る怖さ。冷静さにホラー度爆上がり。ヒロインズの描写良すぎた。レムチャも25歳ネタ大好き。とうとう自虐し始めたぞ。笑い。幸か不幸か撮影の地はアクアとルビーにとって運命が変わった場所。最終回目前だしさすがに進展はないんだろうなと思ってたから最後の展開には驚いた。愛とは別の心の拠り所だった先生を失ったルビーが心配。今週もあかねちゃん可愛かった。テレ顔最高。病院に行きたいアクアにお薬飲む。は、もう完全におかんで笑った。重曹ちゃんには厄介オタク発動してたけど、もういっそマネージャーやればよいのに笑い。ゴローと最悪の再会。そして最終回しかも日曜。幸せって続かないな。楽しい旅行が台無しだよ。あのカラスと少女は何なのよ。知らずにいれば幸せだったのに。ルビーがアイドルを目指す動機の一つを再確認させてからのうつ展開に参ったよ。あ、もう。って感じ。ルビーは変わってしまうだろう。アイドル活動にも影響するな。いろいろと気になるよ。窓に映った影、そういうことだよね。復讐の対象がいないと分かってアクアから星が消えて、希望の対象がいないと分かってルビーから星が消えた。今までサブ的ポジションだったルビーを表へ持ってくる、ほんと物語がうまい。あと名探偵茜は二人の証言から、もう事実がわかるよね。泣きたくなるほど幸せな愛おしい前世の思い出からの白骨死体発見って落差派でしすぎやろ。あの日の続きへ16年間手を伸ばし続けてきたのにかわいそす。でも視聴者は知ってるんだよね。再会は果たされている。早くお互い気づいておくれよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは
最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。